ず1本目1セット目は一番得意なの出してきますかね。だと思いますね。なんでワードで来るんじゃないかなと僕は思いますね。ワードで名前できました。ただ、ファンドンフィッシュ選手はちょっと名前、顔と名前のこの種目がやや苦手ということで、さあ今始まりました。1分間でこれを覚えていきます。さあ1分で覚えて4分で回答。ペース的にはほぼ同じくらいですが、直哉選手が少しリードしている。さあこのようにね、性別人種問わず出てきますが、さあ復習に入りましたね。ファンドフィッシュ選手はある程度のところで止めて、そうですね、確実に取りに行くと。直哉選手は1回できっちり覚えるっていうふうな作戦でしょうね。ファンドフィッシュ選手は30人出てきますが、とりあえず20人で確実に取っていく。直哉選手は30人でできるだけ多く覚えると。この戦い方、どっちが功を奏すのか。さあ回答、リコールタイムスタートです。ほぼスタートは同時ですね。開始の本当に数十秒はやっぱり最後に押し込んだ記憶を呼び起こすというか、忘れないうちに入れておくというところですかね。ちょっとファンドンフィッシュの選手の方がリードしてます。そうですね。さあこちらはスコアところに表示されている数字が優先ということですね。さあしかし名前もみんな難しい。これ日本語の場合は漢字もしっかりやっていないと正解にはなりません。かなり中国語の場合も当て字みたいな名前の読み方なので、かなり難しいんですよね。ここからがどうなるか。リードしているのはファンドンフィッシュ選手です。ファンドンフィッシュ選手としたら、1本目直哉選手が選んだもので勝てれば大きいよねっていう。大きいですね。ただ選び続けるのは直哉選手なので、やりやすさでいうとやっぱ直哉選手の方がいいですよね。ずっと選べるっていうのが好きなので、何が来るかわからないという怖さが多分あると思うので。さあこれ直哉選手追いついた。ちょっと入力の速度的には直哉選手の方がいいかなって感じですね。これ見る限り。まだまだ2人とも出てきそうですかね。均衡してる感じですね。14、13ですね。さあ15、13。残り2分が迫ってきてます。回答時間4分のうち半分が過ぎそう。今のところ16対13で直哉選手が1個リード、そしてもう1個17埋めてきた。ちょっとファンドンフィッシュ選手は手が止まったか。そうですね。ここまで予選グループも、4セット1試合で行うんですけれども、全て 4-0 で勝ってきた。そうですね。無傷のノーミスで、頂点まで駆け上がる気満々ですが、そうですね。ちょっと5ポイント差ついたんで苦しいですね。なかなか5点つくと、残り1分半で5点だと結構大変ですね。でも巻き返すのが。さあ残り時間も少なくなってきてますが、ちょっとファンドンフィッシュ選手止まりましたね。そうですね。どうなんですか、一回手止まってここから考えて出る時もあるんですけど、一気に出るっていうよりは一個一個出てくる感じなので、その全部いきなり5個バッて出てくるのはないので、かなりきついですね。粘って1個みたいな。そうですね。1、2個ですね。なんでも5ポイント離れてるとだいぶ安全というか、セーフティーゾーンかなって気はしますね。ただもちろんお互いの選手はお互いが何問正解してるっていうのは全く見えない状態で。なんでお互いもう埋められるだけ埋めるという感じです。また1本差ついたので、これはもうほぼ直哉選手の勝ちが
間違いないんじゃないかなっていう風な状況まで来ましたね。準決勝の試合は3本先に取った方が、勝てると。そうですね。なんで直哉選手としてはここで顔と名前で取れたら多分早く2本目取りたいと思うんで、単語で来るんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。で彼はファンドンフィッシュ選手はカードがめちゃくちゃ得意なので、多分カードでは勝負したくない。だからそしたら多分数字かなんかを選んでくるんじゃないかなっていう。さあここで第1セット、直哉選手が無難に取りましたね。日本の直哉選手が取りました。さあこの辺は少しちょっと自力の差がありますね。ありますかね。もちろんお互いのことをしっかり分析して、そうですね。直哉が何が得意だとか、もちろん分かってるはずなので、得意だとか。さあ続いて、行われるのが次も直哉選手が選びます。単語じゃないかな。あんまりそんな遊んでる余裕は多分ないと思うので、直哉選手も単語は得意。単語は得意ですね。多分ここで抜いてくるんじゃないかなと思いますね。かなりここの試合がキーになると思いますね。数字できました。そっか。そしたらとどめを単語でいくのか。3本目で。そうですね。単語。さあ2種目目数字。両者とも8桁ずつ直哉選手は覚えていく。でファンドンフィッシュ選手は10桁ですね。10桁。これはどういう覚え方ですか？そうですね。ファンドンフィッシュ選手は、2桁の数字で1イメージなんで、おそらく1個の場所に5個のイメージを置いていくっていう風な記憶だと思うんですよね。なるほど。じゃあもう全てものに。そうですね。先ほどの柚木選手と同じシステムだと思いますね。1箇所に5個、10桁ずつ。直哉選手は、2桁を4つで。で1つ目が人、2つ目の2桁が、動作という覚え方ですね。とどめてきた。43秒。かなり早いですね。ファンドンフィッシュ選手は確実に多くと、直哉選手はかなり速くて強いので、でも2周してますね。ファンドンフィッシュ選手もね。これはかなり慎重に。そうですね。速さでは直哉選手に勝てないから、とにかく慎重にいったっていうことでしょうね。80桁覚えて、で向こうがミスしてくれればいいかな。そうですね。もう両者ともおっとずれてますね。そこ要は5個のものを置く中で15に対応しているその何かと60に対応している何かの順番が逆になっちゃっている。ただ直哉選手も1箇所抜けてるので、そこはあれもそうですね。気づきましたね。そうですね。でも1分間でね。そうです。80桁を覚えるという驚異的なことを神業ですよね。でもこのレベルになるともう間違えないのが当たり前というか。基本的に1分かければ全部合うのは前提なので。すごい世界です。ただ直哉選手はかなり早めに止めてるので、そこでミスが出ないかっていうのが心配かなっていう。ファンドンフィッシュ選手も1回全部バートを埋めてからあとはちょっと精査する。そうですね。打ち間違いでしょうね、あれはね。これも気づきましたね。違うなっていう。ちょっとなんか違和感感じつつも、1回おさらいをしている感じですかね。そうですね。右の画面、ファンドンフィッシュ選手合ってるような。もしくはイメージが、同じイメージがここにあったなっていうのを見て、それを見てから入れ直すのかもしれないですね。なるほど、なるほど。どっかと一緒だみたいな。直しましたね。やっぱそうですね。さあもちろん選手にはどこが合ってる間違ってるっていうのは全くわからない状態見えてないですね。ここも自分のその頭で作ったストーリーを思い返して、あの場所に87には何が対応してるんですかね。そうですね。なんでしょうね。中国語で言葉を作ってると思うので、ちょっとどういうふうに作ってるのかわかんないんですけど、日本語だと8だと赤サタナハマヤで8番目に行くので、や行とま行で作るんですね。なので僕は山っていうイメージで覚えてますね。なる
ほど。その辺後半は6-0と1-5がちょっと逆、同じところに同じものを置いてますから、そうですね、ちょっと逆になってしまっていると。さあ直哉選手もだいぶ来ましたね。さあただ残り時間まだ1分分半ありますけど、どうだろでもなんか予選の時と比べるとちょっと直哉選手も若干止まっう。そうですてね、いるような。でも1分半あるんで、少し時間があると思うので。さあファン・ドゥン・フィッシュ選手も今必死に自分の作ったストーリーを思い出しているところでしょうね。思い出しているところですね。さあ残り時間1分を切るところ、ファン・ドゥン・フィッシュ選手埋めてきた。どうだろうか。直哉選手も埋める。70対74。でもそこで少し間違えました。ここでミスが出て、あとは後ろの4桁の方に気づくかどうか。直哉選手は2桁差ですね。ここで思い出せるか。さあ残り時間30秒になってきました。ここで完璧に、あとは2つ。そうですね、05か61か、そこを思い出せるかどうか。ファン・ドゥン・フィッシュ選手も気づけるかどうか。直哉選手もでもちょっとずれてますね。で77まで上げてきましたね。さあ残りどうだ、10秒です。2人ともあんまり今日調子良くないですね、この回に関しては。特にファン・ドゥン・フィッシュ選手はちょっと失敗してますね。さあここで第1セット第2セットとも直哉選手が取りましたね。直哉選手が取りました。いやー、やっぱりちょっと準決勝ですから緊張もあるのか、緊張もあるが、会場もちょっとピリッとした雰囲気になってますね。ね、少しあれですね、直哉選手も納得いってない顔はしてますね。してますね。ちょっと、危なかったなっていう、ちょっと救われたかなっていう。ファン・ドゥン・フィッシュ選手があそこのスイッチしたところが合ってれば負けてますから。ですよね。確かに。本当ちょっとした差なんですよね。さあそして第3セット、これを直哉選手取るともう決勝進出決まりますね。ここで見せてくるのが、多分ワード単語ですかね。じゃないかなと思いますね。60秒間で何個単語を覚えて、そして正確に順番通りに回答できるかというものですが、単語です。天下の宝刀を抜いてきましたね。直哉選手はこれがもう一番得意、の持ち味ですね。今回全然出してないので。世界でもやっぱり上の方ですか。もう本当トップクラスで、世界チャンピオンにもこれで勝ってるので、この種目で、だから40個ぐらいは確実に覚えてくるんじゃないかなっていう風な感じですね。さあこの単語もかなり難しいのが揃ってます。そうですね。スピードが速い。すごいスピードで、これで記憶して覚えてますね。自分の頭の中のディズニーランドを使っているんでしょうかね。直哉選手得意のルートにこのジェットコースター乗ってるんですかね今ね。ジェットコースターとかそういったところにこの、なんかものでもないような単語をどんどん置いていって、しかもそのストーリーをしっかり覚えている。さあファン・ドゥン・フィッシュ選手も途中まで行って2周目ですね。普通2周することが普通なんですけど、直哉選手はかなり安定しているので、1周である程度覚えて2周目でパパパって見ていくっていう、ここから多分スピードアップするんじゃないかなと思いますね。さあ残り時間は5秒です。さあ60秒手前止めるんですかね。いや止めないと思います。これはフルでいきますね。この種目に関してはさすがに全部回答っていうのはほぼ不可能なので、ほぼないことなので、1分間で50個はきついですね。なのでそのスコアと、でさっきみたいなナンバーになると、桁数、お互い80ずつ答える可能性もあるんで、タイムを早めておくと。でも今のところ本当いい勝負ですね。両者とも同じペースで打ち込んでいます。さあいいペースですね。さあとても上がったり下がったり上がったり下がったりしてますね。さあファン・ドゥン・フィッシュ選手が今のところ13、14、確実に埋めてってる。さすがに
やっぱ台湾チャンピオンだけあります、予選では25ぐらいでしたかね、言ってましたが、もしかしたらファンデンフィッシュ選手はかなりこの準決勝で直哉選手と当たることを考えて、プレイスをセーブしてここに多分本気で当ててきて決勝進出を狙ってるのかもしれないですよね。なるほど、頭の中の得意な場所を使わず、この試合で得意なところを使って調子がいいですね。そうですね、スピードが速い。速いですね。やはり速い方が記憶が。そうですね。でも直哉選手もこれからバーって多分埋めてくると思うので、前の方に今ずっと後ろを多分埋めてたんで、これから多分ガンガン埋めてくるんじゃないかなと。直哉選手としてみると40近くは行く力はもう十分にあるので、さあ追いついてきました。そうですね。ここででもファンデンフィッシュ選手も伸ばしていきますが、さあここで直哉選手追いついて、しかしファンデンフィッシュ選手もかなりいいですね。30近く覚えてますね。覚えている。しかし直哉選手も28、残り2分ですね。29、30逆転です。32、ここでどんどん多分入れてくるんじゃないかなと思います。34、これ35以上と40近いっていうのは、もう相当すごいですね。ハイレベルというか。で直哉選手は1個のプレースに2個ずつものを、イメージを置いていくので、多分2個空いてるところが結構あると思うんですけど、そこは多分丸々何も出てきてないっていう風な感じだと思うんですよね。なるほど。ファンデンフィッシュ選手手が止まりましたね。手が止まった。この10差はちょっと厳しいか。まだ1分あるのでわからないですけど、多分覚えてるところがおそらくもう前半だけですよね。そうですね、38までなので、後ろはちょっと見ていない。そうですね、復習してたのでですね、結構きついかなっていう。ということはもうほぼパーフェクトでも追いつけないかもしれないが、そうなってくると気になってくるのは直哉選手が一体どれだけ応えてくるか。そうですね。1分でもう12ポイント差ついてるので結構きついですね。42、43、自己ベスト47。そうですね、とんでもないですね。47を2度出して、さあ45に行くんでしょうか。1分間ですからね。1分間でこの順番を覚えると。45個近く覚える。29もまずありえない数字なんですよね。とんでもない数字ですよ。いや、このファンデンフィッシュ選手の29っていうのはちょっとかすぎますけど、相当すごい数字でとんでもないですよこれも。1週間かけても43無理ですね。そうですよね。結構しかも変な単語ですからね。さあこれはもう勝負がついたかな。両者とも。さあこれで3セット目を取ったのも直哉選手ですね。これで決勝進出決まりましたね。決まりました。さあこれで決勝進出。もう今のところ無傷ですね。無傷ですね。ひょうひょうとしてますね。